さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと過去最高に美味しいコーヒーのパウンドケーキ、こちらできたのでレシピ公開したいと思います。作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、型なんですけど、今日はね、パウンド型ですね。パウンド型でやっていきます。パウンド型に紙を切って入れた状態で、これ用意してます。で、オーブンなんですけど、180度に予熱しといてもらって、焼くのは10度下げた170度で焼くので、準備だけしといてください。はい、まずクランブルですね、作っていきたいと思います。パウンドの上に乗せるんですけど、ヘーゼルナッツめちゃくちゃ相性がいいんで、刻んで使っていきたいと思います。で、ヘーゼルナッツじゃなくてもいいんですけど、コーヒーとヘーゼルナッツってすごい相性がいいので、今回はヘーゼルナッツにしてます。はい、切れました。こんな感じですね。皮も入っちゃっていいですし、サイズも適当で大丈夫なんで、これで準備しておきます。はい、これ材料のバターなんですけど、ここに砂糖を加えます。全部一気に入れちゃって大丈夫です。で、バターは、これちょっと常温で柔らかい状態がいいですね。で、すごく硬かったら、レンジで、5秒とか10秒とかかけて柔らかくしてもいいんですけど、完全に溶かされちゃうとガリガリの食感になっちゃうので、柔らかい状態で砂糖とこうやって混ぜていきます。で、バターが持ってる水分に砂糖を吸わせてるようなイメージですね。なんでこれゴムベラちっちゃく持って、こうやって押し当てていくと、なんか馴染んでペーストみたいになるので、それで混ぜていってください。はい、これ馴染んで、こんな感じですね。なんかペーストみたいな状態になったらバッチリです。で、ここに、粉ですね。これをふるいながら入れていっちゃいます。これ直接入れるとダマになったりするので、必ずふるってください。こうやってふるい入れて、このバターと砂糖のペーストみたいなやつに粉をなじませていくような感じですね。はい、なんかこれ粉っぽさがなくなった状態ですね。そしたらここにさっき刻んどいたナッツの一部を入れて、で、要はこのペーストの部分はクッキーみたいな食感なんですけど、そこにナッツが入るのでちょっとカリカリとした食感になるっていうので味を作ってます。なので本当にさっきも言ったんですけど、ナッツは何でもよくて、今回はパウンドがコーヒーなのでコーヒーに合う材料で作ってます。はい、こんな感じでひとまとまりになったらバッチリです。はい、この後粉なんですけど、必ずふるってください。もう複数ある場合はもう絶対ふるわないと失敗しちゃうので、ふるうのをおすすめします。で、これベーキングパウダーですね。で、なんでふるわないと失敗しちゃうかっていうと、このベーキングパウダーって結構量が少ないじゃないですか。なのでこうやってふるってあげるって何してるかっていうと、全体にベーキングパウダーがいくように、混ぜてるんですね。なのでふるってほしいんです。あともう一個はこうやってちょっとダマができるので、ふるわないとこのダマがパウンドの中に直接出てきちゃうので、ふるのをおすすめしてます。で、これちょっと見えづらいんですけど、これ今1回ふるった状態で、この辺ね、まだベーキングパウダー完全に混ざってないんですよ。なので複数ある場合は 2,3 回混ぜてもらえると完全に散ると思うので、必ずふるっておいてください。この後やっておきます。はい、じゃあちょっと生地作っていきます。これもちょっと一緒で、バターは必ずこうやって柔らかい状態ですね、しといてください。これ結構ポイントです。柔らかい状態にする理由は混ぜやすくするためだけなんですけど、これだけで失敗防げるので必ずやっておいてください。ここに砂糖を一気に入れます。で、バターが持ってる水分にお砂糖をここで吸わせるようなイメージですね。で、お砂糖は今回これきび糖を使ってるんですけど、別に上白糖でもグラニュー糖、粉糖、全然何でも大丈夫です。ただコーヒーにはきび糖すごい相性いいんで、ブラウンシュガーとか使うとなんかすごいコーヒーの味が濃くなって高級な感じになるので、ぜひ砂糖選びもちょっと気にしてみてください。はい、これ砂糖が馴染んでこんな感じですね。なんかちょっとペーストみたいな感じになります。そしたら他の材料を入れていきます。はい、これバターが終わったらですね、卵をまず割って、で、コーヒーのパウダーですね。これインスタントコーヒーとかで何でもいいんですけど、これを卵の方に入れてあげて、なんかコーヒー卵
状態を作ります。これ入れます。なのでコーヒーすごい好きな人はなんかいろんな味こだわってもらって作って全然大丈夫です。例えばちょっと牛乳入れてカフェオレみたいにしても全然いいですし、でこれをさっきのバターの方に加えていきます。はい、さっきのゴムベラちょっと休んどいてもらって、ここに卵ですね。コーヒー入ってます。半分ぐらいかな。適当で大丈夫です。全部入れちゃってもいいんですけど、混ぜづらいんで、半分ぐらいって言ってるだけです。で、ゴムベラは使わず、泡立て器で、これ混ぜすぎとかも全然ないんで、ひたすらこうやって混ぜてください。はい、これ半分ぐらい混ざったら、ゴムベラで残りの卵入れちゃいます。でこれ何も考えずにもうただただ混ぜ続ければいいんですけど、もし分離しちゃったりしても、もう全然気にせずに混ぜ続けてください。はい、でこの後ここに粉を加えていきたいと思います。はい、これ卵入ったら粉ですね。ふるっといたやつです。一気に入れちゃいます。で泡立て器でこうやってゆっくりゆっくり混ぜていくと勝手に馴染んでいくので、粉っぽさがなくなるまで混ぜてください。はい、完全に混ざりました。混ぜてただけです。こんな感じですね。ちょっととろっとした感じに仕上がると思います。あとは刻んだナッツですね。具材入れたいと思います。はい、ちょっと置いといたゴムベラもう一回登場させて、そこにこう混ぜ残しがないかっていうのをこう一回きれいに混ぜてください。そしたら具材ですね。ナッツ加えます。例えばドライフルーツとか他のものでも生地ができたら皆さん加えるようにしてください。でこれもう混ざればいいです。全体に散るように混ぜて、これも混ぜすぎとかはもう全然ないんでしっかり混ぜてもらって、これで OK です。これを型に流して焼いていきます。はい、これ生地流したらですね、上に作ったクランブルをこれ適当なサイズにこうやって切ってっていうかこう手でちぎるぐらいで大丈夫です。もう勝手にこれ焼いたらホロホロしてくるんですけど、でクッキーの食感とナッツの食感とっていうので、あとパウンドはしっとり焼き上がるのでめちゃくちゃ美味しく食べれると思います。さあこれで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。マジこれいいですね。型が周りすごいカリッとして中ふわっとしてます。コーヒーの通りに美味しい。これお茶じゃなくてコーヒーにすればよかった。さあこれポイントのおさらいですね。ポイントはよくパウンドケーキ作るときってなんか砂糖とバターをこう一生懸命すり混ぜてくださいとか、卵は常温に戻したりとかちょっと湯煎してくださいってあると思うんですけど、もうそんなのね一切気にせずに全部入れてもう混ぜまくったら今日できたと思うんですよ。なのでこのレシピ活用して全然アレンジできると思うのでいろいろ作ってみてください。あと最後もう一個だけ、これね焼きたてを食べるとめちゃくちゃふわふわなんですけど、全然翌日もしっとりして召し上がれるので、ぜひその食べ比べもしてみてください。あとはこれ作ってちょっと量が多かったらラップしたら全然冷凍できるので、それで翌日以降食べるのも全然おすすめなので、それも試してみてください。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。